マフォンのリバーシブルジャガードニット生地を使って作るファミリートレーナーの作り方です。家族みんなで着てほしいという思いを込めてファミリートレーナーと名付けました。お兄ちゃんがお母さんと共有したり、お父さんのサイズを他の家族が大きめトレーナーとして着こなしたり、リラックスタイムにもぴったりなゆったりサイズのトレーナーの型紙です。型紙はマフォンのホームページなどで販売しています。下の概要欄にリンクがあります。この動画ではロックミシンと直線ミシンを使った作り方をご紹介します。家庭用ミシンのみで作る場合は直線縫いした後、生地端をジグザグミシンで処理してください。おうちのミシンでお気に入りの一着をぜひ作ってみてください。Let's start sewing。用意するもの。マフォンのリバーシブルジャガードニット生地、生地幅150センチを 1.5 メートル。柔らかスパン、生地幅125センチを長さ30センチ。スパンフライス生地の場合、生地幅90センチなので40センチご用意ください。今回使うのは木グリーン×アイボリーの森のくまさん柄。一休み中のくまさんの後ろ姿にほっこり癒される柄です。どちらの面も可愛いですが、今回は木グリーン側を表側に使います。型紙はマフォンのホームページなどでご購入ください。肩の部分に伸び止めテープを貼ります。ニット生地用をご用意ください。ロックミシンの設定をご紹介します。マフォンスタッフが使っているのはベビーロックさんの異邦人です。こちらではスタッフがいつも使う数値をご紹介しますが、機種や生地の厚み、手加減によって最適な数値は変わります。かがり幅ダイヤルは 7.5。 通常生地端をカットしながら縫うときはメス固定つまみはそのまま、生地端をカットしないで縫うときはロックにします。送り目ダイヤルは2から3に。作動送りは 1.3 にします。家庭用ミシン、直線ミシンでニット生地を縫うときは糸、針もニット生地用をご用意ください。ミシン糸はレジロンなどニット生地専用のミシン糸を使います。伸縮するニット生地に合わせて糸も伸縮し、糸切れの心配がありません。ミシン針もニット生地用を使われることをお勧めします。先が丸くなっており、ニット生地を縫うのに適しています。ミシンの押さえが調節できる機種の場合、押さえを軽くするとニット生地が縫いやすくなります。あとはアイロンを用意すれば準備完了です。生地を裁断します。型紙は7枚あります。×2と書いてあるものは同じものを2枚裁断します。本体は長さ150センチのマフォン生地に上のように配置できます。型紙を置くときは生地の方向にお気をつけください。ニット生地は縦横で伸縮率が異なります。こちらは縦の伸びにくい方、こちらは横の伸びやすい方向になります。型紙を置くときは型紙に書いてある矢印と先ほど確認した生地の伸びにくい方が揃うようにします。型紙に合わせて生地を裁断します。重しに使っているのはテトラウェイトです。作り方はマフォンのブログでご紹介しています。襟、裾、袖口のリブ生地も同様に裁断していきます。合い印も忘れずに入れます。合い印は 1,2 ミリの切り込みです。生地同士を合わせて縫う際の目印になります。合い印の位置は型紙に書いてあります。裁断時忘れずに入れておきましょう。すべてのパーツが裁断できました。伸び止めテープを貼ります。前身頃の肩の裏側に伸び止めテープを貼ります。伸び止めテープもニット生地用をご用意ください。出来上がりが柔らかく、ニット生地に適した仕上がりになります。アイロンで接着します。
前身頃の肩の裏側に伸び止めテープが接着できました。肩を縫います。前後の身頃を中表に合わせて、縫い代1センチでロックミシンで肩を縫います。縫い終わったら縫い代は後ろ側に倒しておきます。襟をつけます。前襟、後ろ襟を中表に合わせて端をクリップで留めます。両端を縫い代1センチで縫い、輪の状態にします。縫い合わせる部分はくの字型にへこんでいます。ロックミシンで縫うときはへこみに沿ってゆっくり縫います。へこみがより急角度の時の縫い方はキッズ T シャツの縫い方動画でご紹介しているので、また参考になさってください。ロックミシンでうまく縫えない場合は直線ミシンで縫い合わせても大丈夫です。縫えたら出来上がりの形に整えます。継ぎ目と合い印にクリップを留めておきます。身ごろを用意して、肩位置と前中心、後ろ中心を合わせて留めていきます。襟のリブを伸ばすようにしてそれぞれのクリップの間も留めます。身ごろの肩線と襟リブの継ぎ目が重なるところは縫い代が片方に固まらないようにすると出来上がりがすっきりします。一周ぐるりとロックミシンで縫っていきます。縫い始めまで来たら最初のカラカンをカット、メスをロックして2センチほど縫い目を重ねて縫います。針を下の位置にしたまま生地の方向を90度変えてカラカンを出して縫い終わります。アイロンで形を整えてから直線ミシンで 0.3 センチの位置にステッチを入れて襟リブの縫い代を押さえます。襟がつきました。袖をつけます。身ごろを開いて中表に袖を合わせ、合い印の位置をクリップで留めていきます。縫い代1センチでロックミシンで縫い合わせていきます。肩の部分は縫い代が後ろ側に倒れているのを確認して縫い進めてください。反対側の袖も同じように仕上げていきます。両袖が縫えました。脇を縫います。脇をクリップで留め、裾から袖口まで縫い代1センチでロックミシンで縫います。袖をつけた時の縫い代は互い違いに倒れるようにすると仕上がりがすっきりします。縫い代1センチで縫います。反対側も同じように仕上げていってください。
両脇が縫えました。裾のリブをつけます。前後の裾リブを中表に合わせて、両端を縫い代1センチでロックミシンで縫います。縫えたら半分に折って出来上がりの形に整え、合い印をクリップで留めておきます。身ごろに裾リブを入れるようにして合い印を合わせて留めていきます。縫い代1センチで一周ぐるりとロックミシンで縫い合わせます。リブの継ぎ目の少し後ろから縫い始め、一周ぐるりと縫っていきます。縫い始めまで来たら最初のカラカンをカット、メスをロックしてから最初の縫い目に重ねて縫い、押さえ金の先を持ち上げ、生地の角度を90度回転させ、カラカンを出して縫い終わります。裾リブが縫い付けられました。袖口のリブをつけます。袖口のリブ2枚を用意します。生地の方向、伸びにくい方は上のようになります。形が正方形に近く間違いやすいです。ニット生地は縦横の方向を間違えると着られなくなるのでご注意ください。半分に折ってクリップで留めます。端をロックミシンで縫って輪の状態にします。縫い代は1センチです。縫えたら出来上がりの形に整えます。袖の中にセットしてクリップで留めます。裾リブと同じようにロックミシンで一周ぐるりと縫います。袖がつけられました。反対側の袖口も同じように仕上げてください。ファミリートレーナー完成です。ゆったりした作りのトレーナー、綿 100% ふわふわの肌触りでとても気持ちが良いです。いろんなサイズを作ってご家族みんなで楽しんで着ていただけたら嬉しいです。マフォンの生地で作ったお洋服を洗濯するときはネットをご使用ください。入れるときに服を裏返すとさらに良いです。干すときは生地の方向に伸ばすようにして形を整えて干すと良いです。乾燥機のご使用は縮みの原因にもなるのでお避けください。長時間水に濡れた状態で置いておいたり、塩素系漂白剤を使うと色落ちする恐れもありますのでご注意ください。丁寧にお家で作ったお洋服、お手入れにも気をつけて長く着ていただけたら嬉しいです。